今回ご紹介させていただくお宿は湯の郷温泉にあるリゾートイン湯の郷というお宿になります。湯の郷温泉は岡山県の美作市にあり、無色透明の湯は美肌作りの湯として女性に人気だそうです。肌がツルツルになると評判とのことなので楽しみです。リゾートイン湯の郷さんは温泉街の高台にあるペンション&コテージのお宿になります。こちらが正面玄関になり、玄関横では足湯に入ることができます。またテラスがあり、バーベキュープランを選択するとテラスで食べることもできるみたいです。続いてはフロント周りのご紹介になります。フロント横には自販機があり、お酒も購入することができます。また歯ブラシなどアメニティ類が置いてあり、浴衣と合わせて自由に持っていくことができます。その隣はレストランの入り口になります。人生ゲームなどのボードゲームを借りることができ、ロックアイスもお部屋に持っていくことができます。お酒やジュース、一品料理も充実しています。またちょっとした販売コーナーが設けられており、ご当地のお土産品などが置かれていました。地ビールなども購入して飲むことができます。それでは本日宿泊するお部屋へ向かいます。ペンション&コテージということで、6棟あるコテージの1棟が今回のお部屋になります。もちろんコテージ以外にも洋室や和室のお部屋もあります。それではお部屋の方へ入ってみましょう。コテージのお部屋は 2LD になっており、棟によって様々なタイプのお部屋があるそうです。リビングには大型テレビやこたつがあるのが嬉しかったです。各お部屋にはベッドが2台ずつ設置されており、2から6人が宿泊できるということで、計6台のベッドがありました。2人からでも宿泊できるのは魅力的ですね。大きなテレビの横にはケトルとお茶セットがありました。その隣には冷蔵庫があり、上にはタオル類が用意されていました。そしてコテージは全棟ユニットバスがあります。トイレはウォシュレットなのが嬉しいです。個人的に間接照明がおしゃれだと思いました。エアコンもあるので快適に過ごせます。コテージの天井の雰囲気も素敵でした。実はリゾートイン湯の郷さんには2回宿泊しており、2回目は12人まで泊まれる和室24畳のコテージに宿泊しました。一番広いお部屋ということで、
こちらも紹介させていただきます。一番広いお部屋ということだけあり、玄関がとても広いです。このコテージは他とは違い24畳一室のお部屋になり、入った瞬間広いと感動しました。お部屋の奥の方には大きなテレビやこたつ、ソファーなどくつろぎスペースも完備されていました。就寝はお布団を敷いて寝ることになります。またこちらのコテージもユニットバスがあります。その隣もトイレになっていますので、大人数でも安心ですね。続いては大浴場のご紹介になります。6人用コテージから歩いて1分ほどの距離にあります。こちらが男性用の大浴場になり、女性用はもう少し奥の方にあります。残念ながら大浴場の写真などはありませんが、泉質は低調性アルカリ性温泉になり、24時間入浴可能で様々な効能があります。男女で大浴場と露天風呂が一つずつあり、露天風呂の横には小さなお庭がありました。続いては夕食のご紹介です。リゾートイン湯の郷さんには2回宿泊しましたので、カニ食べ放題とすき焼きのプランをご紹介します。まずはカニ食べ放題のプランになります。90分間カニが食べ放題の夢のプランです。カニのお皿が運ばれてくるので、食べたら追加注文すると次のお皿が運ばれてきます。お鍋や焼きガニやそのまま食べることもでき、カニ味噌や天ぷらまでついていて最高でした。締めのカニ雑炊には剥いていたカニをプラスで入れて、濃厚な雑炊を楽しむことができました。最後はアイスクリームも食べて大満足のお食事でした。続いては別日で食べたすき焼きプランです。9名での宿泊だったので個室を用意してもらえました。すき焼きは味付けからスタッフさんに調理してもらえるので、楽しみにしながら見ていました。お肉は国産の黒毛和牛と見た目が鮮やかで、お肉が焼ける音は食欲をそそります。割り下を入れるとさらに食欲の増す香りが漂います。お野菜の盛り付け方も美味しそうですね。お肉は柔らかく、味付けがとても良かったです。すき焼きはリーズナブルなプランなので、個人的におすすめです。温泉や夕食を楽しんだ後の翌朝、朝食のご紹介をさせていただきます。
夕食の時と同じくレストランでの食事になります。カニとすき焼きのどちらのプランでも朝食は同じで、一人一人におひたしやハム、焼き鮭があり、なめこ汁や生卵、サラダなどもありました。嬉しいことに朝食メニューの大半はおかわり自由のバイキング形式でした。サラダ、生卵、お味噌汁、パン、納豆、お漬物など、自分の好きな分だけ食べられるのが嬉しいですね。今回はリゾートイン湯の郷さんの2つのプランをご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。カニ食べ放題とすき焼き、どちらのプランも素晴らしく、コテージも綺麗で素敵なお部屋でした。またペットと泊まることのできるコテージもあるので、ペットと旅行される方にもおすすめです。少しでも興味がありましたらぜひ訪れてみてください。この動画が皆様の旅館選びの参考になればと思います。